通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ワールドカップからの話題になります。現在ね、絶賛ワールドカップ開催中ですが、早速ですね、ここで炎上騒ぎがありました。そこにね、応援に来ていた韓国のインフルエンサー、彼女がですね、スタジアムで自撮りをしていたところ、その後ろにですね、このチャンネルでもね、以前散々扱いました、アジア人に対する釣り目ジェスチャーをした男が映っていたんですね。するとこの男、かなりの役職についていた人物だったことが発覚しまして、ついにその職を解かれてしまいました。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん、ワールドカップ見てますか？皆さんから見て、昨日ですかね、日本対オランダ戦が行われまして、引き分けとなっていましたよね。そんなワールドカップなんですが、早々にですね、炎上騒動がありまして、こちらね、一つの進展があったということで、本日ね、詳しく見ていきたいと思います。ワールドカップで、韓国人サポーターに対し、スワンアイ、ジェスチャーをしたとされるメキシコ人ファンの動画が人種差別論争を引き起こす。ということで、早速ですが、こちらですね、スラントとあります。こちらが本日のキーワードになります。slant。垂直ではない位置に傾けること、または傾斜状にすること。ということで、こちらね、スラントというのは、傾く、傾けるという意味になります。で、同じ傾くでは、こちらですね。lean。こちらもね、同じ意味にはなるんですが、こっちのleanは、寄りかかるっていうニュアンスが強いんですね。壁にもたれかかるとか、重力によって片方に寄っていくイメージ。一方ね、こちらのスラントというのは、屋根とか道路に傾斜がついている。この角度がついているというニュアンスが強くなるので、日本語に訳すとね、どちらも傾く、傾けるなんですが、ニュアンスはかなり違います。で、こちらのね、スラントの後ろに目ですね。アイがつくと、つまりは傾いた目。これがね、日本人などを含むアジア人に対しての差別的なジェスチャーになっています。で、これにつきましてはですね、以前こちらの動画でもね、詳しく見ておりますので、ぜひご覧になってください。ということで、こちらは、ワールドカップで韓国人サポーターに対し、釣り目ジェスチャーをしたとされるメキシコ人のファンの動画が、人種差別をめぐる論争を引き起こす。金曜日に韓国人インフルエンサーの、これちょっとね、読み方がわからないんですが、イノキャットっていうんですかね。ちょっと間違ってたらすみません。が、インスタグラムで共有した動画によると、彼女は韓国対チェコのワールドカップの試合中、スタンドで自分や他のファンを撮影しながらカメラに向かって手を振っていた。その際、後ろの席に座っていた男性が、両手の指で目尻を引っ張るような仕草をしていたように見えた。インフルエンサーはその行為に気づくと、明らかに不快そうな表情を見せた。動画には、ワールドカップのために世界を横断してやってきたのに、人種差別を経験するなんて、というキャプションが添えられていた。ということでね、ここでは何が起きたかと言いますと、皆さんもね、見てる方多いと思います。ワールドカップ2026ですね。で、ここの韓国対チェコ戦ですので、現地時間で6月11日でしょうか。日本時間で12日ですね。これが開催されたんですよ。で、今回のワールドカップというのは、主催国がアメリカ、カナダとメキシコが補助開催国となっているんですね。で、3カ国で開催される大会というのは、今大会が初めてとなっています。ということで、ここにね、補助開催国となっております、メキシコから、一人の男が見に来ていたわけですよ。で、目の前でね、自撮りをしている女性のカメラに向かってですよ、このね、釣り目ジェスチャーをしたと。こういうことなんですよ。ね、もう意味わからないでしょ。本当に。誰かに強要されてるわけでもないんですよ。アジア人とカメラの中に一緒に映り込むと、釣り目ジェスチャーをしたくなってしまうというね。これもう病気ですよね。本当に。わざわざね、ここで、本当にね、カメラにアピールするように、この男はジェスチャーをしました。なんですがですよ。ね。ここからが本題ですよ。やった相手が悪かった。なんとですね、この女性、ものすごい数のフォロワーを持つ韓国のインフルエンサーでした。まずね、こちら、インスタグラム、53万9000人ですね。そしてこちら、TikTok ですね。フォロワー230万人です。はい、そしてこちら、YouTube チャンネルもありまして、チャンネル登録者数661万人ということで、とんでもないインフルエンサーだったんですね。やっちゃいましたね。完全に相手間違えたでしょ。彼女の自撮り動画に自ら映りに行ってしまったんですよ。このジェスチャーをしながら、これによりこの男、大炎上するんですね。で、当然ね、その後、がっつり身元も割れまして、こちらですね。メキシコのね、ハリスコ州、測量地理情報技術者協会、ここの会長であるということが発覚していくんですね。つまりは、業界団体の会長だったと。ということで、この彼ね、こちらにありますが、その後ね、謝罪動画を出すことになりました。
動画を通してベルナル氏は自らの過ちを認め、起きた出来事を深く後悔していると述べるとともに、自身の行動によって生じた影響についても遺憾の意を表した。この動画は問題の映像が SNS で拡散され、多くのインターネット利用者から批判や非難の声が相次いだ数時間後に公開された。ということで、絶対嘘でしょ。反省してるわけないでしょ。そもそもね、分かってないわけですから。だからあれができちゃうわけで、反省するわけないだろっていうね。だから相当炎上しビビったんでしょうね。明らかに誰かに用意された文章を読んでいるだけだ。本心からの謝罪には見えない。それに、評議会の会長ともあろう人間が、カメラを見ずに原稿を読み上げることでしか説明できないなんて、どれだけ愚かなんだろうか。起きたことについて誠実に語るべきだ。全く情けない。この方、日本の方ですね。くしくもね、メさんですが。日本ではこういうのをごめんで済んだら警察はいらないと言います。本当に問題だったのは、ジェスチャーそのものではなく、それを仲間たちと一緒に笑っていたところだ。謝罪することはできるだろうが、結局のところ、彼自身の人間性が変わるわけではない。もうね、全くもってその通りだと思います。そもそもの悪気がないわけですから、反省できるわけないって話ですよね。で、ちょうどね、この下にもあります。こちらですね。現在この写真ですね、めちゃくちゃ拡散されておりまして、彼はもう仕事を辞めたのか、誰か知ってるか、偽善的な、ウォーク。目覚めた連中にはもううんざりだ。ということで、これね、何を言ってるかと言いますと、どうやら韓国人のサポーターのようなんですね。で、このようにね、帽子をかぶり、髭をつけ、メキシコ人を嘲笑していると。このような言い分なんですね。でも実際どうですか？これと釣り目とは別なんじゃないかなとプクタは思うんですけどね。例えば、観光客が日本に来てね、着物着て刀構えてたって、差別だとはならないでしょ。曲げの面被っててもいいですよ。差別だってならないですよね。ただその人がその状態でね、釣り目のジェスチャーをやったら話が変わるじゃないですか。だから身体的特徴とね、その国の象徴的な衣装を着るというのを混同するというのもね、なんか違うんじゃないかなという気がするんですけどね。皆さんどうですか？現在この彼、とてつもない流れ弾を食らっておりまして、今回の炎上でめちゃくちゃ拡散されてます。そして今回、このようになりました。人種差別行為の疑いで、メキシコ業界団体会長が FIFA ワールドカップの試合後に解任される。ということで、こちらのこの彼ね、今回解任されることになりました。FIFA ワールドカップの試合中に韓国人インフルエンサーへ人種差別的なジェスチャーをした様子が映った動画が SNS で拡散され、大きな批判と説明責任を求める声が広がったことを受け、メキシコの業界団体の会長が職を解かれた。ハリスコ州測量地理情報技術者協会の会長だった、これ名前が難しい、ウリセス・フェルナンド・ベルナル・ミラモンテス氏は、メキシコで行われた韓国対チェコのワールドカップの試合中、韓国人コンテンツクリエイターのユン・スジン氏に、これ本名ですね、彼女に対して釣り目ジェスチャーを行った様子が映った映像が拡散された後、会長職を解任された。ということでね、こちらのフェルナンドさん、ここに映ってる彼女がね、インフルエンサーじゃなければワンチャン流されていた可能性はありますが、もうほんとね、喧嘩を売った相手が悪すぎた。あっという間に炎上しまして、秒で身元が特定されまして、速攻解任されると、こういった事態になってしまったんですね。こちらニューヨークポストがこの件について伝えています。まさかこんな下品な男が測量士協会の会長だったなんて信じられない。ここにもね、やっぱりいますね。ほら、これね、ものすごい拡散されてるんですね。でも逆に彼らが人種差別をした時には誰も何も言わないんだよな。ちょっとね、ざっとこのリプ見てみましょうか。それは人種差別ではない。明らかにメキシコの文化を応援し楽しんでいるだけだろう。これは人種差別じゃない。あの口ひげも含めてその衣装はどこにでも売られている。試合中に酔った勢いで子供じみたジェスチャーをしたという理由で、その人の仕事や生計、家族を養う手段まで台無しにしてしまう。こんなやり方ほど人を過激な方向へ追いやるものはないと思う。ね、酒入ってたんだから多めに見ろよと。この男性は間違いなく30歳以上なのに、人々はまるでただの愚かな酔っ払いの19歳であるかのように彼を擁護している。はい、ということで本日はですね、現在絶賛開催中となっております FIFA ワールドカップ。ここで一人のメキシコ人の男が釣り目ジェスチャーをしたことで、その職を解任されてしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？いやー、しかしね、非常に展開の早い一件でしたよね。それだけね、相手が非常に大きいインフルエンサーだったということなのかもしれませんね。ほんとね、あっという間の解任劇ということになりました。先日見ましたフィンランドの一件もそうですが、そもそもね、これを差別的だとは思っていないというところが、やっぱり一貫してるんですよね。何がいけないのと。そこがね、やっぱり根源的な問題なのかなというような気はしますね。で、FIFA はね、こちらになりますが、昨年ですね、2025年、反人種差別委員会というのを刷新してるんですよね。だからそんな FIFA でね、今回の場合は観客になりますが、早速ね、こういった問題が炎上しているというのは、なんとも皮肉な話ですよね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。
この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。